皆さんこんにちは。ほのぼのポッドキャストのほのかです。前回は、私が面接を受けた時のお話をしました。今日は日本の面接について少しお話ししたいと思います。どんな風に日本の人が面接をするのかとか、面接をするまでの流れについて少しお話できたらと思います。まず皆さんは日本で面接を受けたことはありますか？ない方の方が多分多いかもしれないんですけど、知れないですよね。うん。日本の面接って、対面とかオンラインとかいろいろあるんですけど、最近は1回目はオンラインでやって、2回目は対面、直接会社に行ってお話しするっていうところが増えてきました。面接する前のお話になるんですけど、日本で仕事をしますってなった時に、最初応募書類って言って履歴書を送るんですよ。前職って言って前に働いたことがある人は職務経歴書っていう書類も一緒に渡します。送ります。で、その内容、書類が OK ですよって会社から返事が来たら、ではじゃあいつ面接しますかっていうお話が始まります。私がやった時は、まず、サイト、ホームページで応募をするサイトがあるんですけど、そこで名前とか住所とか今までやったこと、学歴とかそういう内容を書いていきます。で、そこに、他で作った履歴書って聞いたことありますか？それを添付して、それで前に働いていたことがある人は職務経歴書っていうのも一緒に、うんとメールで添付して送ります。で、その書類が OK です。OK ですよってなったら面接することになります。面接は最近はさっきも話したように2パターンあって、1つがオンラインでやる面接、2つ目が直接会いに行っていく面接の2つのパターンがあります。大体そうですね。私は2回面接がある求人に応募しました。で、1度目がオンラインで、2度目も私の場合はオンラインです。で、採用決まりましたってなったら、そのまま働くっていう形です。日本の面接の特徴としては、こういったスーツを着ることがスタンダードになっています。アルバイトとか、コンビニのアルバイトとか、そういう時はスーツじゃなくても大丈夫な場合がほとんどです。でも正社員とかで働く場合はスーツが多いですね。日本の面接の特徴の一つとして私が考えるのは、プライベートなことも聞かれるってことです。で前回私が面接した時の感想の動画であげたように、あなたは実家から出たことがありますかっていう話をされることもあります。プライベートなお話って外国の面接では聞かれないことも多いんじゃないかと思います。なのでもし日本で面接するときに少し戸惑いがあるかもしれません。そんな時は無理に答えなくてもいいと私は思っています。だけどそこをどうしても聞きたいっていう面接官の方もいるので、そこは一概に答えなくてもいいとは言えないんですけど、一番大事なのはやっぱ自分の心なので、言いたくないことは言わない方が、言わなくてもいいと私は思っています。ただ日本の面接って人間性、その人がどんな性格なのかっていうのをすごく大切にするところがまだまだ多いと思うんですね。私はこの業務ができるからこの仕事をできます。だから雇ってくださいっ
っていう風な感じでは少しないかもしれません。私はこういうのがいいなっていう面接は、私はこれができます。だから、この仕事できますよ。だから雇ってくださいねっていう、そういうのが私は分かりやすくて好きです。なんか人間性とかそういうのを見ていくと、それって面接官の好き嫌い、好みによって大きく変わっちゃうと思うので、もっと客観的に分かることで、採用、不採用を決めた方がいいんじゃないかなと思ったりもします。日本の面接でよく聞かれるのは、あなたはどうしてこの職場を選びましたかとか、この職場であなたは一体何をできますか、何ができますかとか、前の職場は前の会社はどうして辞めたんですかとか、そういった志望動機とか退職理由とか、できること、あなたができることを聞かれたりします。私ができる面接でのアドバイスとしては、私は面接はコミュニケーションだと思ってるんですね。なので、この面接官の人と面接をしてくれる、採用をしてくれる人と、コミュニケーションをすることが大事だと思っています。一方的に喋ったりするんじゃなくて、なんだろう。なんだろうな。自分の心を素直に表現するのがいいと思うんですけど、でも、なんか嘘をつかない。嘘って言ったらあれなんですけど、自分、なんか、いい感じに伝える。相手が受け入れやすいような表現で喋る。それが、面接を通過する。面接で大事になるかもしれません。面接で大事になってくると思います。今日は簡単になんですけど、日本での面接について少しお話ししてみました。もっと詳しい内容が聞きたい方がいらっしゃいましたら、ぜひコメントでメッセージを送ってください。できるだけ答えるようにします。わからないこととか何か聞きたいこと、質問があったら気軽にコメントで教えてください。今日も聞いてくださりありがとうございました。また次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。バイバーイ。ありがとうございました。